どうも、単独歩行者です。今まで夕暮れ雑談と銘打っていろいろ動画を上げてきたものの、ほぼ昼の映像でしたが、今回は正真正銘夕暮れです。夕暮れ時をバックにまったりと雑談を聞いてください。早速ですが、サムネイルに物々しい感じで書きましたが、先日スレッズを眺めていて興味深い投稿があったので、雑談してみようかと思った次第です。スレッズに投稿された内容を要約すると、ストリートファイター V4S を新車で買い、4年経つがめちゃくちゃ壊れる。初期不良を直してというとクレーマー扱いされる。1年点検も車検も当初伝えられてた金額より10万以上高い。とにかくディーラーの対応が不誠実で最悪だ。といったところで、バイクの故障とディーラーの対応の2つの問題を同時に話しているので分かりにくくはありますが、かなり憤慨しているようです。まず、クレーマー扱いについて、本当にクレーマー扱いされたかどうかは主観なので分かりませんが、保証期間に保証内容の修理をお願いしたのであれば、堂々としておけばよいと思いますね。詳細が分からないので、この部分についてはこのくらいにします。ここからは、想定しておかないと購入後、後悔してしまうかもしれない部分です。とりわけ、ハイパフォーマンスモデルの購入をご検討の人は参考にしていただけますと幸いです。まず、故障頻発の可能性です。投稿者さんはディーラーに全然壊れないですと言われ購入したのに壊れると投稿していますが、発熱でエンジンが停止してしまうのが仕様のバイクが故障しないはずがありません。ではディーラーが嘘をついたのかというと、以前のモデルよりかは壊れなくなっているのと、高速巡航をメインで利用する場合などは故障も少ないと思うので、嘘というわけでもないかと思います。私のように街乗りでストック&ゴーが多い場所の利用よりサーキット利用の個体の方が状態が良い場合もあるそうなので、使い方も大きく関わるかと思います。ちなみに私が昔メカニックをしていたスーパーフォーミュラは1レースで200から 300km 走りますが、1レースごとに全部ばらして部品のひび割れチェック等をしていたので、そもそも何万キロものメンテナンスで乗れるはずがないと思っておくのが良いですね。利用方法によっては壊れる可能性もあるという部分を理解した上でご購入されるとびっくりせずに済むと思いますが、私はこれぞレースモデルという感じで、むしろ長所な気すらしています。次に、1年点検や車検の時に当初伝えられてた金額より10万円以上も高いとの部分についてですが、これはもう誤差です。追加で1つ2つ部品交換すると10万くらい変わるので、それが許容できない人は違うバイクを買いましょう。例えば、一般的な車のクラッチ交換は10万円くらいですが、フェラーリになるとクラッチ交換が80万円くらいになります。びっくりする金額ですが、そもそもの部品の値段が高いので、そういうものなんだと諦めましょう。むしろ、10万円ほどの増加で済んでラッキーだった説すらある。ある金額以上に増加する場合は連絡をもらい、その作業の実施可否を決めれば、唐突な金額にびっくりすることはないと思いますが、いずれにせよ手に入れてからも結構お金がかかります。ディーラーではないメンテナンス会社だと安い場合もあるので、そのあたり探してみるのも一つの手かもしれません。最後に、投稿ではサービスの質の問題も指摘されていましたが、これは新車購入に400万円も払っているという部分があるのだと思います。確かに高い金額を出した結果、上質なサービスが提供されるメーカーもあると思いますが、ドゥカティに関してはそういった類の店ではなく、純粋に車両代が高いだけな気がしています。レース車両ともなれば、数千、数億円とするようなレベルですが、その一端を垣間見ることができる車両が400万円なのであれば、妥当な金額なのかなと思います。これらをまとめると、ドゥカティのバイクは壊れる、メンテナンス費用は想定より高くなりがち、値段の高い車両を買ってもサービスは普通といった感じです。決して万人受けするメーカーではないですが、唯一無二ではあると思うので、購入を検討されている人はデメリット部分にも目を向けつつ検討されると、購入後後悔がないと思います。と、本日はこんな感じでスレッズに投稿された内容について雑談してみました。
参考になったよと思った人は、ぜひいいねを押してください。ルカティのサービスはゴミと思った投稿者さんも逆にいいねいっちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。